人でやってるので、12月上旬の種子島、最高気温19度だったので、急遽キャンプ場を予約してキャンプに行ってきました。今日は種子島でキャンプ編です。そしてついに念願のテントレビューできました。今回もね、いろいろあったので最後まで見ていただけたら嬉しいです。まず最初は買い出しに行ったんですけど、今回も簡単にできるもので済ませてます。種子島は私リゾートバイトで3ヶ月滞在してたんですけど、自然がとっても豊かな場所でした。今回も私好みの海の目の前のキャンプ場になってます。ここはね、もう種子島に来たら絶対ここでキャンプしようと思っていた場所なんですよ。だからずっと狙っていて、天気がね、あったかい日を狙っていました。種子島に来たの11月だったからすぐできるかなと思ったら、意外とね、あったかい日がなくって12月に入ってやっと行くことができました。車を止めて受付に行く前にね、ちょっとだけ海の景色を見たいと思います。ここの入り口だけじゃなくて、キャンプ場全体が海に面しています。早速受付に行ってきます。ここはなんとテント持ち込みが1日500円で利用できるんですよ。すごく安くって、さらに私は今回薪も購入したんですけど、薪は300円で購入できました。薪もお願いします。そう、実は今回焚き火もデビューするんです。とっても楽しみです。敷地はこんな感じになっているみたいなんですけど、駐車場は一応あるんですけど、駐車場じゃなくても横に芝生に入らない場所だったら横付けしてもいいみたいです、車を。冬っていうこともあった上に、種子島っていう場所柄もあって人が全然いなかったんですけど、隣にちょっと今回男性2人組がいたんですけど、ちょっといろいろありました。ここに車は横付けしていいらしいです。駐車場じゃなくても。車はこの木の中に入らなければいいみたいです。どの場所にするかちょっと迷ったんですけど、炊事場から少し離れた場所にすることにしました。沖縄の屋我地島のキャンプ場と同じで、こんな感じで海が目の前にあるので、それだけで幸せです。今回は12月ということで泳ぎはできなかったんですけど、これからいろいろと準備をしていきます。車にはいろいろとキャンプ用品を詰め込んでいるんですけど、今回はね、タープから挑戦してみたいと思います。結構開けた場所なので、それがすごく私は好きでした。ただやっぱり車がね、どこまで乗り入れはできないので、荷物を運ぶのがちょっと大変ではあったんですけど、さて早速タープに挑戦します。一応 YouTube とかで予習はしたんですけど、まずはタープを広げております。次はこのポールを組み立てていきます。こんな風に簡単に連結できるポールを買ったので、組み立て自体は簡単でした。ポールの組み立ては簡単でした。多分ここからが不安な要素だったんですよね、私の中で。この辺りからちょっと嫌な予感がしております。若干風が吹いてきたんですよね。このちょっと前ぐらいだったかなと思うんですけど、男性2人組がね、ちょっと近くにテントを準備しておられました。多分今度はこのロープを使ってやっていくと思うんですけど、はい、ロープを必要な本数取り出しております。あ、これ逆だ。そして今度はロープを固定していきます。なんか足の幅で計算する方法を YouTube でやってたので真似してるんですけど、うまくいくんでしょうか。
もう多分ねこの時点で結構時間が経ってると思うんですよねさあいよいよここからポールを立ち上げていきます。もうね風がねかなり吹いてたんですよこの時。暖かく見守ってあげてください。結構いい感じかなっていう感じだったんですよここ私の中で。そしてここから反対側を立てようと思っております。なかなか反対側までたどり着けません。これってやり方合ってるんですかねそもそももうねこの時点でまあまあ絶望的ではあったんですよ。なんかやっぱり初めては誰かと行きたかったなってちょっとだけ思ってますこの時。さあもう一回ポールを立てて挑戦しております。いやもうこれねちょっと風が本当にやばすぎてここから一人でとっても絶望感を味わっておりました。はい、私もうここで諦めモードにすでに入っております。あとちょっとだけ頑張ろうっていう気持ちを持っていたみたいなんですけどこれもね飛んでった時に私はもう心が折れてもう諦めてしまいました。はい、撤収です。実はここでですね隣の男性おじさんに声をかけられてですね、すごい苦戦してますね、お手伝いしましょうかって言われたんです。でもその方はキャンプ初めてだったのか、もう一人の方がテントは全部立てていたみたいだったんですよね。ちょっと喋りかけられてちょっと嫌だったのでごめんなさい大丈夫ですっていうことでお話を終わらせていただきました。そして今度はテントを立てています。テントは今度は大丈夫だろうということでね、タープは諦めたんですけどテントを挑戦しています。このテントはもう組み立てるだけなので風が強かろうが弱かろうがちゃんとできるはずなんですよ。この間みたいに雨は降ってないから今回はねテントだけはどうしても立てたいという思いでやっておりました。ここまで来ればねもう全然大丈夫かなっていうことで安心しております。はい、テント完成しました。よかったです。テントだけはねタープは無理だったかもしれないけどテントはできたということで一つ成長です。このテントすごいサイズちっちゃいので一回家の中で練習したことあるんですよね。その時もできたし、今回は大丈夫でしたね。でシュラフとかは買ったんですけどマットレスとシュラフを、お布団はお家のベッドから持ってきました。このマットレスは厚みがあるから車中泊でも使えるかなと思って買いました。ただ私軽バンでね日本一周しますっていう動画がたくさんの方に見ていただけたから、私軽バンでずっと車中泊しながら回ってると思われているみたいなんですけど、私自身はリゾートバイトをしながら寮に入っていて、たまにこうやってキャンプに行ったりとかしているので、毎日車中泊とかキャンプをしているわけではないんですよね。もうしているわけではないどころかキャンプ超初心者で、これが2回目の私の人生2回目のキャンプとなっております。今度ねキャンプに慣れている方と一緒に行く約束をしているので、まだ日程は決めてないんですけど、その時にいろいろ教えてもらおうと思います。前回みたいにねちょっと忘れ物があんまり多すぎると嫌だなっていうことで、キャンプ道具に関してはちゃんと念入りに準備をしたつもりでいます。はい、とりあえず寝る場所の確保はできました。よかったです。はい、そして今度は焚き火デビューなので焚き火の準備をしていきたいと思います。
できなかった。ちょっと焚き火の準備の前にキャンプ場の設備をねちょっと見て回ろうかなと思っております。500円で使えるキャンプ場ではあるんですけど、ちゃんと炊事場とかゴミ捨て場とかもあったのですごくいいなと思いました。ゴミも空き缶とか生ゴミだけじゃなくって火を起こした後の炭とかも捨てることができました。でトイレもね結構綺麗でした。でシャワーは私使ってないんですけど1回50円で使えるみたいです。ただお湯が出ないと思うんですよね。冬だったのでね特に私はここは使わなかったんですけど、実はねここの隣に温泉の施設があって、そこに私は今回温泉に入りに行きました。温泉については後で解説したいと思います。これがさっき言ってた炭の捨て場になります。はい、キャンプ場のすぐ横に歩いてでも行ける距離ではあるんですけど、私はもう面倒なので車で来ちゃいました。この温泉保養センターというところがあります。この温泉保養センター木曜日が定休日になっているので、木曜日にキャンプに来ると温泉に入れないので、そこは注意しておいてください。あとは夏場なんですけど、海のまんまね砂がついたまま入ることができないので、それも気をつけてください。温泉は県外利用の方だと大人が1人400円で入ることができます。でここ温泉の中から海の景色が見れるんですよ。それもすごくいいポイントです。さあ温泉に入ったのでキャンプ場に戻りたいと思います。さてだんだん夕方になって暗くなってきたので焚き火の準備をしていきたいと思います。はい、まずは焚き火台を組み立てていきます。一応この焚き火台の上にネットを乗せたりして調理とかもできるみたいなんですけど、今回はもう私は焚き火だけをまずはやってみようということでやっています。でこの薪はすごくぶっとい薪だったので、まずは薪を割っていきたいと思います。なんか薪を割るのすごい力がいったんですけど、この木の問題だったのか私のやり方が悪かったのかはよく分かっていません。一刻も早くお酒を飲みたかったんですけど、暗くなって薪を割ってたら隣の人にもねうるさくて迷惑かなということで一刻も早く薪を割っております。そして途中で諦めました。あとちょっとフェザースティックっていうのをやってみたかったんですけど、全くできてなかったのでこれも諦めてます。あとね、私着火剤を買って車の中にあるはずなんですよ。それが見つけられなくて、とりあえず麻紐でなんとかやってみようと思っています。火を起こしてみたんですけど、全然木に火がねつかないんですよね。あったー、ちょっとお水汲んでこなきゃ。はい、初めての焚き火ということで水の準備を忘れておりましたここはねサンセットが最後沈むところは見えないんですけど、もうすごく綺麗でした。やばい、油を持ってくるのを忘れてしまった。油は絶対いる。私は何をしているんだろうか。はい、出ました。忘れ物しておりました。やっぱりここ買い物できる場所結構遠かったんですけど、かなり落ち込んで帰ってきました。そして着火剤見つかったので着火剤を使って火を起こしていきたいと思います。
ぱり着火剤すごいですね。かなり普通に火が起きました。はい、やっとここでお酒を飲むことができます。これお酒もし油買いに行く前に飲んでたらどうなってたんだろうっていう感じなんですけど、やっと飲み始めます。はい、ではいただきたいと思います。寒かったんですけど、もうね買い物に行ったりテントを張ってみたりいろんなことをしたら疲れて、すごく美味しくビールをいただくことができました。もうこの時点で私はお腹が空きすぎて、とにかく何か食べたいということでね、後で食べようと思っていたお菓子を先に食べております。これはちょっと湯煎の準備をしているんですけど、炭火焼き、鶏の炭火焼きを買ったんですよね。これを湯煎をするためにお湯を温めました。今回は何もそんなにやらかしてないだろうなと思ってたんですけど、動画見返すといろいろやらかしてますね。はい、今回のメインのお料理はたこ焼きとなっております。たこ焼きをするのにね、油がないのは本当にちょっと張り付きそうで無理だと思ったので、もう油を買いにさっき行ってまいりました。実はこのキャンプをする前にもう一回キャンプに行けそうかなって思ってた日があったんですよ。だから事前にたこ焼きの準備をしてたんですけど、その日は風が強すぎて行けなくなっちゃって、一回リゾートバイクの寮で一人たこ焼きやったんですよね。なので手順はもう完璧です。こういう地鶏ってやっぱり美味しいですよね。簡単だしお酒にも合うし。食べながらのんびりたこ焼き作っていこうと思います。ちなみにこのたこ焼き器はダイソーで買いました。500円ぐらいで売ってました。これ一度に9個しか作れないんですけど、1人だとちょうどいい感じだなって思います。9個作って食べながら次のを作ってっていう感じでね、いい感じで食べれます。はい、これは前回した時の残りの紅生姜を持ってきました。今回の具材は避けるモッツァレラにしてみました。前回ね、タコを買おうと思ったらタコだけで2000円ぐらいしたんですよ。種子島はね、本当にいろいろ高くってちょっと2000円はと思ってねたこ焼きは諦めました。今回はチーズにしてます。たこ焼きって結構簡単にできるから、キャンプの時はもちろんそうなんですけど、キャンプじゃなくてもお家でするのも結構いいなって思って、私はね、何度かまたこの後も自宅でリゾートバイクの寮でねやりました。はい、完成です。
今一人でやってるので、ありがとうございます。いえいえ、はい。私こういうことが起こると結構引きずっちゃうんですよね、気持ちを。なんか気持ちの切り替えがなかなかできないタイプだから、この後しばらくしんどかったです。一応ね、気を取り直しつつたこ焼きを作って完成させてみたんですけど、一応動画は撮ってたんですけど、なんかもう顔が暗いまま顔が暗いまま食べておりますね。女性のね、ソロキャンパーの方に聞きたいんですけど、こうやって話しかけられるのって普通なんでしょうか。なんか夜暗くなってからだったから、最初にね、タープの時に話しかけられてるからこそまた話しかけられたのかなっても思うんですけど、暗くなって声かけられるのってすごく恐怖っていうか、足音で向こうからなんか近づいてくるなっていう感覚があったのと、なんかね、ちょっとやっぱりすごく警戒したんですよね。でしかもその相手に対してありがとうございますって言って返信している私自身も、なんかちょっとこの対応で良かったのかなとかね、なんかいろいろちょっと考えて暗くなっておりますなんか本当はもうちょっとキャンプ行きたかったんですけど、またこういうことがあるのかなと思うと、なんか気が乗らないんですよね。ちょっとまだ暗い顔で食べてたかもしれないけど、一応この辺になっては気は取り直しているつもりです。でこの焚き火の音と波の音が合わさる感じがすごい好きだったんですよね。一応この後も4回分ぐらいかな、たこ焼きできました。そしてここで焚き火のやめ時が私は分からなくなっておりました。やっぱり最後消えるまでちょっと時間がかかって、座って見て待つっていうことをね、やってました。さあ、そしていよいよこのテントの中で私は寝てみました。なんか人もそうだったんですけど、動物とか来ないのかなみたいな恐怖がちょっとね、ありました。やっぱりあんまり寝れなくて、外に出たら星がすっごい綺麗だったんですけど、全然映ってなかったです。キャンプの中でも私、朝日を見る時間が結構好きだなって思います。これ片付けるところからかな。片付けも落ち着いたので、紅茶の準備をしております。風が強すぎて無理だった。やばい。
蜂蜜紅茶もらったから飲む。なんかこういうさ、こういうことできる人になりたい。お土産でもらったで、なんか牛乳で飲むと美味しいよって言われて、いい匂い。なんか結局まだまだ手の込んだ料理はできてないなって思いながら、ちょっとずつ慣れていこうかなと思っているところです。でもこの景色で目覚めてご飯を食べれるっていうだけでなんかすごく幸せだなと思います。まだキャンプの経験は少ないんですけど、この朝日を見ながらの朝ごはんの時間が本当にいいなって思ってます。ここはこうやってゴミが全部捨てられたのもすごくいいポイントです。はい、まだ8時半なんですけど、この日はちょっと予定があったので早めに出発をしております。はい、今回の種子島キャンプ、最後までご視聴いただきありがとうございます。もし動画がいいと思っていただけたらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。また次の動画でもよろしくお願いします。